ダイナミックシステム。ピースマンと申します。ダイナ佐藤です。 MIC です。今日はですね、前に映ってるかな、全部スイスのナグラ。はい、はい、ナグラです。ナグラ聞いたことある？初めて見ましたか？どうですか？なんか名前は聞いたことあったんですけど、こうね、両手で触ると分かるとこれぐらいのサイズと、ね、まずそれぞれがすごく小さい。下に置いてあるのはアンプなので、ちょっと大きいんですけど、それにしたって小さいですよね。いわゆるコンパクトというか、サイズのオーディオ製品。中央で向かって右側から入り口、これ CD プレイヤーなんですよ。で次上の向かって左かな、これがコントロールアンプ、プリアンプと、でその下にあるのがパワーアンプ、ステレオパワーアンプですね。今までやってきた感じだとその、セパレートアンプみたいなのはちょっともう慣れてますよね。プレイヤーがあって、こうコントロールしていろんな入力切り替えて、でパワーアンプが最後ある。右下に映ってるのは、これちょっと今回使わないんですけど、結構ねこれも意外と日本国内にはここ今1台しかないナグラのインテグレーテッドアンプって言って一体型のプリメインアンプの新製品。これ今日本国内にこの1台しかないんですよ。だちょっと一応飾りでひっそり置いときました。知られていないブランド、一般的にはですが、絶対皆さん知ってる歴史的な出来事の裏に存在し続けていたブランドであります。どんな歴史ですか？例えば、これナグラっていうのは実は磁気テープ、記録媒体としての磁気テープのレコーダーがスタートなんです。でナグラって言葉自体もポーランドの言葉で、もうもろにレコード、録音するっていう、そうなの、という意味のポーランド語。へえ、ナグラさんみたいなね、ちょっと日本語の人物の名前はね、クデルフスキーなんだっけ、クデルスキーですね。クデルスキーさんです。スイスのねブランドなんですけど、そもそも彼が第二次世界大戦中に、ポーランド自体がねナチスドイツとソビエト連邦にこう侵攻されて、家族全員で逃げていろんな国を回った先に最後にたどり着いたのがスイスだったと。だからポーランドのなんか精神っていうのが結構入ってると思うんですけどね、スイスといっても。ものすごいこうコンパクトにまとめるという技術が特に優れてたんですけども、スタジオそのものを持って歩くことができるようにしちゃったんですね。スタジオコンソール、大規模なシステムをもうポータブルで、いろんなところに運んでいけるようなサイズにしてしまったと。性能はそのままに。これによってフィールドレコーディングの領域がものすごく発展した。あらゆる未知の音源として採集することができるようになったと。でかつ、もっとみんなの生活に近いところだと、ハリウッドの1950年代後半から70年代ぐらいまでの映画の音声はかなりのところナグラで撮られたものがあるということです。アカデミー賞もね、マリリン・モンローの声もナグラで撮られてた。なので知らずなんですよ、僕たち。でなんか月もね、一番エクストリームな領域としては月ですね。アポロ計画のアポロ13号ですね。アポロ13号の中にナグラ。そう。で宇宙の月そうね、だから月まで行ったレコーダー、月まで行ったレコーダーのナグラ。ナグラさんやばいな。テープレコーダーの、SNT シリーズがあって、だいたいサイズこのぐらいなんですけど、CIA とかが、使ってたらしいですね。むちゃくちゃ成功です、それは。なるほど。カニぐらい
カニぐらいみっちり入ってます。カニぐらいのサイズで本当にカニぐらい複雑。あれ必要、絶対に必要ないけど、欲しくなる。あ、欲しくなる。絶対に欲しくなるやつですよ、あれは。本当見て、美しさだけで。SN のね、超小型オープンリールレコーダーですね。オープンリールレコーダーだ。ウォークマンだったらわかりますよね。クローズドカセットテープだから、もうウォークマンもだからナグラなくしては絶対なかったでしょうね。概念としてもうそういうものを必ず一つの道にはなってる、道しるべにはなってる製品。ある意味そういうのを大衆化したものがソニーのウォークマン。じゃあなんか記録する媒体としてすごくこう精密でこう世界中に信頼されて、その通り。小さくて堅牢で、そして高精度で同時にその録音技術を再生の領域にも生かして、録音するっていうことは再生するってことですから、必然的にその技術も一緒になるほどね、持ち上げていくっていうことになりますよね。レコーディングしたものをまた再生する技術もやっぱり並行してないとっていうところからすごくそうですね。そこからコンシューマー、その技術を生かしてコンセプトはそのままに家庭用のハイエンドな製品を。これダイナはざっくりで、この3つでだいたい800万ダイナぐらいですか。この小小中ぐらいでサイズとしてはですね。はい、800万ダイナです。はい、この製品はね、触ったり使ったりすると、本当に指先からその製品の精密さとか精巧さとか作り手の気持ちのこもり方とか考えられ方が本当に伝わってくるんで、これちょっとなかなか映像だけだと。でもちょっとそのね、さっきつまみとかいろいろ触らせてもらったんだけど、こうなんだろうね、重厚感っていうか、ちょうどいい重みなんですよ。重み、そうね。そうなんですよ。ちょうどいい重みなんですよね。あと VU メーターのランプのなんていうのかな、色合いとかね。輝度調整もできたりとか、ナグラではモジュロメーターって言ってるんですけど、あれもちゃんとよく見ると針が2つあって、ステレオのボリューム個別でね状態が同時に分かるって目視できるっていう、非常に小さいんですけど精巧に作られて、これがナグラのモジュロメーターがブランドのアイコンにもなってる。どうしようかな、長くなったんで音出してからにします？お願いしましょう。いいですかね。じゃあスピーカーの説明する前に一旦今このシステムで1曲再生します、ね。ちょっとね聞いてみたいですよね。はい。あとトレイのアクションとかね、メカアクションすごいかっこいいんで、その辺ちょっと見ながら差しが入ると思うので、ぜひそれ後から言いますけど、今日はだからこの CD で、CD プレイヤーで CD を再生します。はいはいはい。それではどうぞ。はい、聞きました？ちょっとちびっちゃったかも感動して。今のは一応ね、これでフィラデルフィアエクスペリメントって言ってもね、バンド名は全然知られてないんだけど、メンバーがすごくて、ドラムがクエストラブで、そうですね、ザ・ルーツ
後のクエストラブ、そうですね、クエストラブでギターがパッド・マルティーノだったって？今1曲目ね、だけ、全部には入ってないんだけどゲストって感じで、ゲストでスペシャルゲストで、それは知らなんだよ、だからそう思うとちょっと納得できるよね、イントロの入り方とか、ちょうど働き始めた頃、それこそ20年ぐらい前にもう今はないサウンドハウスっていう建物があったんですけど、あったんですよ。そこの駆け出しの頃に MIC に聴かせてもらって、びっくりしちゃったです。で最後のアルバムの最後のトラックが Just a Two Verse なんだけど、グローバー・ワシントン・ジュニアのこれでオリジナルがね、翻ってオリジナルも聴きたくなったような感じの、2000年発売で早すぎた、ちょっと早かったのかなとか、早くもないか別に僕は、そうだ、だからもう好きな人に届いてればいいんですよ。いやでもちょっと俺本当ベースの音でこんなにちょっと久々にちょっと漏らしちゃったっていうのはちょっとそれはよかった。やっぱりこの今日のナグラと、ボニークのこのスピーカー、今日のコンビネーションもそうスピーカーもそうですよね。もちろんアルバムも曲もすごいんだけど、スピーカーそんなわけでボーニック、再登場したボーニックですが、覚えてます？ね、以前に出た以前ね、ちょっとコンパクトシリーズでご紹介したやつですよね。小さい一つのアンプと2つのスピーカーみたいな、もう本当に一番今まででコンパクトだったのかな、最小の組み合わせだったんですね。そうですよね、その時出てきたのがボニーク、W5 ってやつです。W5 っていうブックシェルフのスピーカーだったんですけど、その時に多分カッダイナトモデル佐藤がこの辺でこうね、こんなスピーカーなんかトンネル入ってるんですなんて輪切りにしたっていうのはそのアーカイブで見てください、のまんまサイズがこれなんですよ。W11 1から5、ブックシェルフ 5W5 で、これが11なんですけど、その間に8っていうのがあるんですよ。 W8 このサイズがギューッと半分以下ぐらいかな、半分以下ぐらいまでギューッと小さくなったのが8っていうのがあるんですよ。なので5、8、11っていうのが、でその上に13っていうのがあって、それでフルラインナップという、パッシブのライン、その一番上にある13っていうのはちょっとアンプが入ったタイプで、11と13に関してはウッドコーンなんですね、そのミッドレンジがね。そう11と13に関してはそう、これ珍しくないですか？可愛くないですかそれね、めちゃくちゃ可愛いよね。で、細かい仕様全部言っておくと W5 の時も一応説明しましたけど、後ろにアンビエントついたね、5よりはもっと大きくなってますからサイズが、パッシブがついてるとちょっとね、見えないですけど、ここにもあるし、ここにもある。そうですね。でウーハーがサイド。ナグラ感っていうのはどこに出てたんですかね？ナグラってなんか見た目がこうすごく独特の特徴的なものなので、独特の何かサウンドを出してくれるのかなと思いきや、味付けがないんですよ全然。クリーン、SN が高くてクリーンだから期待した何かメカっぽい音、メカ臭い音とかが出るのかなと思いきや、ちょっと固めなとか、そうで、そういうそのなんだろうな、途中で増幅してる時の存在感とかが全然ない。増幅してる存在感。姿は見えるんだけど、姿を消してる雰囲気というか、音では主張があんまりない。それは初めて聞いた時僕も意外でしたね。ナグラどんなこう独特のサウンドを出してくれるんだろうと思ったら、ある意味音楽しか感じなかったんですよ。何ももうそのね、いやなんかそんな気がしました。そうさっきのお話でいくと、どんだけナグラやねんって思ったけど、そうでしょ。スルッと出ちゃうね。音楽っていろいろカルチャーとかその人物像とかいろんな組み合わせで音楽好きってなってますけど、今回なんかサウンドが、なんだろう、サウンドで感動できるピュアでクリーンなイメージ、ちょっと伝わりづらいかもしれないですけど、それがねいいんですよ。このシステムはそういうことなんですよ。すごいだってまとえてる、いい、ありがたい言葉ですよ。ナグラとねボニックの音を簡単にサクッと説明されちゃうと怖いですよね、聞いた感じの。やっぱりそれを通じて出すと、この曲こんな良かったんだとか、この曲今まで分かんなかったけど良さが分かったみたいな、
そういうのの方が本質的には実はオーディオは求められる能力ですからね。ね、そこにすごくオーディオの楽しみ方ってありますよね。そうですね。だし、あと操作が楽しい。もう最高に楽しいですから。ね。トレイのオープンだったり小さいトレイのオープンなんて大きなボタンでピッて押したりするじゃないですか。そう確かにね。それが小さなスイッチでこうピコッと動かしたりとか、それはもうポンと指で触れば開いたりするように録音とかで使えたりするように。小さいね。トグルスイッチ待ち針の頭ぐらいしかない。そうなんですよね。なるほどね。そういうで映像でも見てもらったと思うんですけど、トレイがぐーっと出てくるそのギミックというか、もうディスプレイがね、ディスプレイがトレイになってる。ディスプレイかつ再生機というか、まずはドライブメカ、一体型で出てくるっていう。あ、そっか。はいはい。これね、他のメーカーにはないんですよ。そっか。ない。フロントローディング式って言って、トレイが出てきて CD を載せる。もう一回押して CD が入る。でメカが中でドライブメカが待っていて、そこに入ると。それフロントローディングっていうんですよ。でもう一つ一般的なのがあって、でオーディオよくいろいろ見られた方よくご存知の方も多いんですけど、トップローディングっていうのがあって、トップロ前にブルメス式ター6階の装置を紹介した時に、ブルメスターがまさにそのタイプだった。トップローディング式っていうのはその名の通り、ここで蓋を開けて上に CD を乗っけてこう隠すようなトップローディング方式っていうのがあって、どちらかというとトップローディング式の方が、トレイも動かないですし、有利であるというふうに言われてるんですよ、設計上。で今の2つのでもその代わり難点っていうのは、ここに CD を置かなきゃいけないってことはラックの中に入れられないんですよね。一番上じゃないとね。一番上に置かないとこの途中じゃ手入れられないじゃないですか。蓋開けておいてなんて、だからフロントローディング式の方が当然圧倒的に多いんですけど、構造的にはトップローディングの方がアドバンテージがあると言われてる、お互いいい悪いはありますけど、で何かっていうと、この今のナグラの CD プレイヤーはそのお互いのいいところを取って、フロントローディングでトレイ開くんですけどメカごと動いてるんで、トップローディングが移動してるんですよ。そうだね。そんなものはなかなか世の中にないですから、ということを考えると、ますますこの CD プレイヤーっていうのがもう超絶魅力的なんですが、なんと2006年からずっとだから何年ですか、2021年15年間作り続けてきたプレイヤーがなんと生産完了になってしまいました。ナグラの家庭用のハイエンドのもう本当に顔というか、だったんですよ、この製品が。残念ながらもう作って優秀な美をいない。もうこんなプレイヤーは多分後にも先にも。そうでしょうね。人類の歴史上ね。もう人類の歴史上でね、ないと思いますね。CD 再生しなくても持ってたいですもん。ぐらいにさせられるような、好みは皆さんあると思いますけど、アンプ類はね、これからももちろんありますよ。ナグラはね、これからナグラはどんどん進んでますけど、残念ながらね、この回転物はひょっとしたら新しいものを考えてるかもしれませんけど、でもこの光学式ってのはないかもな。同じようなデザインプロダクトで出るということは多分ないんじゃないかと思いますね。こちらはもちろん買えますよ。であと先ほどお伝えした国内に1台しかない新製品、バンバンありますから、ナグラはもう大丈夫です。安心して買ってください。これからも進歩を続けるブランドとして、さっき出てきたような磁気テープのものも今では作ってないから、それでもやっぱりね、歴史に残る。それこそ本当に博物館にあるんじゃないかな。SN とかはナグラ1とかナグラ2とか2、3、4ぐらいまでは。SN っていうのは確か小さいタイプ、そう。あとホームページ見るとね、ヒストリー全部出てるんで、いいホームページです。本国の方がいいです。もうナグラのホームページをぜひ見てください。日本語でも読めます。なんだろうな、今日は本当にちょっと何度も言ってるけどちびったからな。本当に僕ちょっとこのセット欲しいって思いました。思えるシステムですよ。本当にいいシステムです。僕らが今説明してる何十倍もいい体験すると本当にいいシステムだと思います。ナグラ名機もちろんですけど、このボニークもね可愛いんだよな。
そうですよね。本当今日はダイナミック、今日もダイナミック、はい、ということでもうね毎度言ってますけども、皆さんぜひねダイナミックオーディオに来ていただいて、ぜひ体感していただきたいと思っております。次回ダイナミックシステムで皆さんとはお会いしましょう。ではまた、バイバーイ。